あそこに見える12階建てのアパートに住んでるんだけど、夜の7時頃家からこの公園に向かって歩いてくる途中、赤い大きな光がこっちへ向かって飛んでくるのを見つけたんだ。なんだろうと思って見てたら、そいつはどんどん近づいてきて、僕のところから50メートルくらい離れたポプラの木の上の方で止まったんだ。下から見上げると、そいつは赤い光に包まれた大きな丸い物体で、その下の方にハッチみたいなのが見えた。すごく怖くて逃げたかったけど、どうしても体が動かなかったんだ。それからそいつは5メートルくらいの高さにまで降りてきて、またじっと浮かんでいたけど、そのうち下の方に足が出てきた。そして5、6分くらい見てたら、ゆっくりと降りてきて着陸したんだ。それからハッチのドアが開いて、中から強い光が出てくるのが見えた。でも誰も出てこなかった。円盤の周りには窓がたくさんあったけど、そこには光がついてなかった。僕は怖くて震えながら見てた。そしたら2分ぐらいしてドアから小さな人間みたいな影が出てきた。そしてその後から大きな人間の形をしたものが出てきたんだ。僕はその時ここに立ってたんです。ここから見ていると UFO はあそこのポプラの木の上に来てしばらく浮かんでいた。それから地上5メートルくらいのところまで降りてきて、しばらくしたら足が出てきたんだ。大きな赤い光に包まれた巨大な物体から小さな光体が飛び出すと、団地公園の上空に飛んできた。ジェーニャ君が見ていると、赤い光体は次第に降下し始めた。近くで見るとそれは直径10メートルくらいの円盤だった。恐ろしさで逃げ出したかったが、次は何が起こるのかを見たいという好奇心で体が動かなかった。円盤はやがてゆっくりと足を出すと静かに地上に着陸した。突然ハッチのドアが開いた。中から強い光とともに大小3つの人影が現れた。小さい方は背の高さが1メートルちょっとくらいで、銀色のジャンプスーツみたいなのを着ていた。足にはブロンズ色の靴みたいなのを履いていた。手は長くて気味の悪い大きな頭をしていた。目は横に長くて白く光ってたんだ。一人は赤い線がついた細長い金属の機械みたいなのを地面に置いて何かしていた。大きい方は首がなくて頭は膨らみだけだった。胸には丸い機械がついていて、身長は2メートルくらい。立ったまま動かなかった。小さい方が近づいてベルトの四角い部分に触ると、突然ロボットのように動き始めた。この子が見た、この首がないってやつですね。でこの子の印象ではね、あれはロボットだったんじゃないかなっていうんですよ。ずーっと立ったまま動かなかったのに、触ったら動いた。でこれは日本から持ってったUFO の写真集なんですけどね。でこの中で、似たものがあるか探してごらんって言ったら、この子たち写真っていうのを、特に UFO の写真なんて初めて見るんですよね。あんまり写真なんてないんですよね、向こうに。でこれだっていうんです。でこれはスイスの人が撮った UFO なんだけども、これにそっくりだった。でこれがジェニア君が自分で描いたスケッチなんですけどね、丸いとこが窓なんですね。